日本がこうやっておかしくて変な情報が流布してるのはですね、戦争に負けたからです。戦争負けたんですよ、80年前に。でこの戦争っていうのはいつ始まったか、1941年からじゃないです。ざっくり言っても16世紀。僕はいつもザビエルの話から始めます。1549年ね、宣教師が来てたでしょ、イエズス会の。あのくらいからずっと400年間日本人戦い続けてきたんですよ。何と外圧とです。もしこの中でフランシスコ・ザビエルがキリスト教の布教に来ただけと思ってる人は、それはちょっと頭がお花畑ですね。違うんです。キリスト教の布教に来たんじゃないんです。日本を占領しに来たんです、彼らは。その認識をぜひ今日から持ってください。その認識すごく大事で、そんなの陰謀論だという人がいます。陰謀論じゃありません。スペイン、ポルトガル、イエズス会ね。イエズス会はザビエルが日本に来た頃、世界中に植民地を作ってたんです。作るやり方は、まず宣教師が送り込まれて、情報を取られて、そして本国に送られて、でもう弱ければすぐ攻めてくるし、そうじゃなければどんどんと中でキリスト教の布教と言いながらですね、自分たちのシンパを作っていって仲間争いをさせて、そして内乱に乗じて攻め込んでくるとか、そういうやり方で段階を経てどんどんと世界中に植民地作っていったんですよ。これは陰謀論でも何でもありません。事実です。実際に南米とか見てくださいよ。近いところはフィリピンです。フィリピンも16世紀にスペインの植民地になってます。フィリピンという名前もスペインのフェリペ2世っていう王様の名前です。フェリペの島だからフィリピンです。屈辱的ですね、国名が。皆さんも嫌でしょ、来年から国名がバイデンになったら。プーチンになったらどうしますか。近平とかになるかもしれませんよ。近平国民とか嫌でしょ。いやでもそういうことなんですよ。それが400年前の世界だったんです。リアルに。新しい歴史教科書を作る会の目的は、これまでの教科書が日本を不当に悪く描いていたのを改め、子どもたちが日本に誇りを持てる教科書で学べるようにすることだ。適正な教科書を新しく作り、子どもたちに届けること。これまでの不健全な教科書を是正することが大切だ。新しい歴史教科書を作る会が推奨する自由写版教科書で、子どもたちに正しい歴史を学ばせなければならない。4年前の検定は不合格になりました。学習指導要領が久しぶりに改定されて、それを受けて初めての教科書検定が行われているわけですが、このことについて何も触れられていなかった。ただ現場ではかなり混乱してますので、この問題ちょっと取り上げたいと思います。一般社団法人の新しい歴史教科書を作る会、以下作る会と呼びますが、ここはですね、自ら作成し株式会社自由社から発行予定の中学社会新しい歴史教科書が昨年12月25日文科省より不合格の通告を受けたとありました。これ一発不合格ですね。で、文科省よりなんと405件の欠陥箇所が指摘されたとのことでありますけれども、この中のほとんどがですね、生徒が理解しがたい表現であるとか、あるいは生徒が誤解する恐れのある表現であるといった、極めて教科書調査官の主観的な思い込みや、価値観が入り込みやすい検定基準がこの405件のうち292件、なんと全体の 72% を占めてるんですね。こういうのをダーッと指摘してですね、で一挙に405件までそれを積み重ねて、こんなに多いから、反論の余地なし、一発不合格、こうやって決めつけたんですね。ちょっとこれ中身見ると大問題なんですが、ただ今主張しないと次の数年間教科書として地方自治体からも選択奪っちゃうわけですよ。さあ大臣、まず大臣の個人的な歴史観をお聞かせください。個別の申請の図書についてのコメントは現時点では差し控えさせていただきたいと思います。今年の検定結果は3月頃に発表されるそうです。実は令和元年度の中学校の教科書検定で自由社の教科書が不合格になってますが、この時405件の検定意見がついて一発不合格になってるんですね。これもう検定の意味が問われる、信頼が問われる。反対する側もよく分かってるんですね。歴史の大切さが。
何のために歴史を学ぶのか。それは明日の自分の生き方を考えるためですよ。先人の生き様を学んで、自分たちがこれからどう生きていくかを考えるために歴史って学ぶんだという話が前提にないからですね、今の歴史っていうのはですね、大前提が敗戦国のお作法が書かれてるっていうふうに僕は思っています。で、なんでそうしたかっていうと、日本人に自信を持たせないためですよね。アイデンティティを奪うためですよね。でそれを奪っといて明日を考えさせないようにするためですよね。今の歴史教育は年号や人名を暗譜するつまらないものにさせられています。今日教科書検定の、私は不正検定って言ってるんですが、私もこれ徹底して今追求してます。毎回もう一回で取り上げてます。神奈川県の高校生のアンケートで、日本と中国が戦争をしたことを知らないという高校生が半分以上という高校があるんです。近現代史全く学んでないんですね。日韓併合を知らない。韓国が日本の植民地だったって本当ですか？ K-POP 大好きなの。そんなことがあったんですか？でこれどうしたことかと思って、やっぱりね、これまで政治がこのことについてあまりにも鈍感。衆議院議員で威勢のいい人はいっぱいいますよ。いっぱいいるけれども、その人の地元ですらね、おかしな教科書を作ってる、使ってるというのが現実ですから。だからそういう意味ではですね、実際どうやって変えていくのと。東京書籍のこの新高等地図に1200箇所の間違いがありましたと。例えば、石川県に松東という地名がありますけれども、松東という地名、これ、どこの県になってたかというと、富山県になっていたと。アルゼンチンの首都はサンティエゴ。これがどこの首都になってたかというと、チリの首都になっていた。首都が間違ってるんですよ。東京と北京が間違ってたら、これ発狂しますよ、我々。そのぐらいの間違いですよね。文科省はそれまで報道機関の問いに対しては、いわばこれは学術的な間違い、そういうものではない。ある意味では教科書会社がしっかりと構成をしなければいけない、その類の間違いなくなって、検定のある意味では対象外とはいけないけれども、対象外かのような言い逃れというものをやっていたわけです。教科書が教科書としての体をなすなさないの本質的な間違いがこれだけあるんじゃないかということを、この教科書で学んだ子どもたち一体どうなるんですかというところだけが切り取られて、テレビの報道で使われておりましたけれども、いわばそういうことですよね。そもそも検定の在り方そのものがこれはおかしいんじゃないですかという話をこの時したわけです。一発不合格という教科書がもうすでに出ています。その基準をすでに上回っている、それが今回の東京書籍であるにもかかわらず、それがスルーして世の中に出て3万6000人の子どもたちがこの教科書で学んでいるという現実があるわけですね。ですから検定の在り方そのものをもうこれは抜本的に見直さなければいけないのではないか。検定をする基準は一体何をもって合格してんの、そうじゃないのという基準の問題がここにそもそもとしてはある。検定そのものの不公平というものがそこにある。全国あらゆるところがこれでいいのかこの教科書でという教科書を使ってきたというのがまさにその歴史でありました。皆さんはご家庭でお子さんが学校で使われている教科書覗いてみたことはあるだろうか。今全国の学校で使われている歴史教科書の多くはありもしない話を多く並べた過去の日本を貶めるものばかりだ。自国の歴史、伝統と文化をないがしろにした国の未来に繁栄はない。子供たちのため、そしてこの国の未来のために健全な歴史教育、公民教育が行われる環境を作らなければならない。新しい歴史教科書を作る会は教科書改善のための国民運動団体だ。まずは今年自由社版教科書が教科書検定に合格するか否か注視しなければならない。